こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、初めて地下峡谷を掘り当て、しかも蜘蛛の糸を拾いました。また運が巡ってきたかもしれませんね。あら話はそこまで？運の話をいちいち廃校に結びつけたりしないの？ようやく悟りましたが、それやってたのは廃校がなかなか出なくて焦り始めていたからです。どうせ掘り進めばどこかに眠っている廃校を掘り当てるんです。もう気にしないでおきます。さて簡易地図の方ですが、現在地は南北通路6本目に差し掛かったところです。今回は6本目を掘り切って拠点に戻るところまで行きたいですね。掘る距離は500メートル弱というところです。で、収集済ブロックなのですが、ご指摘受けて一つ重大な勘違いをしていたことに気づきました。鉄鉱石と金鉱石はクリーパーに採掘してもらうことが可能のようですね。今後チャンスがあったら狙っていきます。随分微妙な勘違いしてたわね。我ながらうっかりスキルが高すぎです。さて、わずか2分掘っただけで砂利が見つかってしまいました。前々回から続いていた深刻な砂利不足がここでようやく解消です。大丈夫？もう結構ブロック確保してるし、そろそろデッドラインを超えるわよ。いやいや、やっぱりブロック保有数と死亡確率が比例するとかどう考えても考えすぎです。でも怖いので回収するのは半スタック程度です。さらに2分ほど経過したところでコウモリの声が聞こえてきています。コウモリは優秀な洞窟探査生物って違うじゃないですか。誤作動を起こすこともあるのね。うおー、前に来られると厄介です。掘っている間に間に入られると掘っているのがキャンセルされてしまうんですよ。掘っていた7秒ほどが水の泡です。コウモリは倒してしまうと罪悪感に駆られる厄介な生物です。さてそれから10分少々突き進んでいたところです。突然デバッグ画面の C の数値が急上昇し始めて焦りました。静止してるのにすっごい勢いで止まらないです。これフルカウントまで達したら死ぬの？まあ死ぬわよね。とりあえず止まったので助かったようです。でもこの数字は何なのでしょうか。水流の数のような気がします。プレイ後にウィキで調べてみると、レンダリングされたチャンク数という意味不明の言葉に出くわしました。ちなみに7056の数字の方は、秒画距離圏内のチャンク数と考えると計算が合います。うおー、いつの間にか洞窟を掘り当ててました。真っ暗洞窟を天井で掘り抜くと暗くて見分けがつきにくいです。天井を塞ぎながら洞窟を掘り進むとスケルトンが近寄ってきました。頭上のカランコロンは精神衛生上良くないので、ここは素直に32メートル待機作戦です。無事にスケルトンには消えてもらい、少し先を掘り進むと、洞窟は溶岩の方まで伸びていました。あ、ダイヤのチェラリズムね。なんでか時々見つけてしまいます。まあ一応見つけてしまったので、廃鉱発見後に取りに来られるよう全部は塞がないでおきます。さて、それから10分弱掘り進めたところです。うおー、謎の大広場。てっきり水流のある大洞窟を掘り当てると思ってたのですが、どうやら水はなさそうです。これはなんとなく廃校に繋がってそうな雰囲気あるわね。どうだろ。廃校にある謎の大広場は確か土が敷き詰められた四角の部屋だったと思うのですが、記憶が曖昧です。調べる前に一旦通路に登って退避する場所を体で覚えておきます。さて警戒しつつ再突入。まずは洞窟がある位置を残らずチェックして安全確保しないと。あら今何書いたわよ。わからなかったですけど。うおー、クリーパーだったのか怖いです。広間では怖すぎて戦いたくないです。でも、これは早速到来した鉱石ゲットのチャンスですね。確か今まで掘ってきた通路で鉄鉱石がありました。頑張って誘導するしかないですね。やるしかないです。
そこに一つ鉄鉱石があるのですが、横の洞窟をぶち抜きたくないのでここはパス。もう少し先の鉄鉱石を採掘してもらいます。ひとまず足止めしておいて、爆破はここです。さてここからが反射神経の勝負です。案の定ずれた。まあもう一つ土をいて1修正すれば何も問題ないですね。よいしょっと。完璧じゃないですか？あら一発で成功とか珍しいわね。いや、なんか嫌な予感です。壁の2つの鉄鉱石を確かに巻き込んだのですが。やっぱり丸石だけじゃないですか。鉄鉱石は爆破でアイテム化するんじゃなかったの？プレイ後にウィキで調べたところ、爆発で巻き込まれたブロックがアイテム化する率は爆発力分の1だったようです。クリーパーの爆発力は3なのでアイテム化しない率は3分の2。つまり 44% の率を引いて鉱石2個ともアイテム化しなかったようです。しかし、謎の大広場に戻る間際でゾンビが湧いてました。ちょうど満腹ゲージが気になってきたところです。悪いことの後には良いことが起こるものなんですよ。ほら来た。最高品質のデリバリーでゾンビ肉2枚ゲットです。でも、良いことの後には悪いことが起こるものじゃないの？そんなことはありえません。ふと思ったのですが、鉱石の周りの石を掘り去ってから爆発させたらよかったかも。またゾンビ肉いただきって何事？そういえば、これだけ集結したモブ見たの初めてだったわね。いやひょっとしてゾンビだけ通路におびき寄せたりとか。って無理ですよね。何を私は血迷っていたんだろ。あれなんか様子がおかしいです。もしかして私のためにスケルトンが戦ってるの？頑張れスケルトン。そして最後にゾンビにやられてゾンビだけ生き残るんだ。そんな都合の良いこと起こるわけないでしょうに。だいたいいつも食べ物に釣られすぎ。まさか。計画通りです。そうです。先ほど私はこれを狙ってわざとスケルトンの弓に撃たれたんですよ。そしてもちろん後ろにモブは湧いてない。当然ですがこういう時は湧きません。先ほど掘った穴に誘導すれば石を掘らずに済みます。そこじゃないってあれ？何今の一撃ハート4つ半ダメージ。気づいたら瞬殺されてたんですけど。犯人は子供ゾンビさんでした。しかもシャベル持ってるし。ダイヤのチラリズム洞窟。そういえば完全には塞いでいなかったわね。ダイヤによく出しちゃったから。そんなこと言われても、めったに湧かない子供ゾンビがまさか湧くとか想定外ですよ。地上じゃない。一度目死んだ時に掘った穴ですね。ちょっか掘りしなくて済むとかついているわね。すごく運が良いんじゃないの？全然嬉しくないです。まあとりあえず装備を確保しないと。砂利は東西通路上にもありました。下に降りたらジャンプで登る分満腹ゲージが消耗することを考えての判断だったのに。もういいです。素直に最初に見つけた土と砂利の採掘所に向かいます。すでに結構凹んでいるんですけどここはもう一頑張りです。こっちも待ち構えてるし。そういえば、土や砂利を採取して開けた分だけ通路にモブが湧きやすくなると言ってたわね。ここまで計画通りとは恐れ入るわ。廃校発見までもう死なないと思ってただけです。さて参りました。32メートル待機作戦で消えてもらうしかないんですけど、ここなら32メートル足りるでしょうか。まあそんなことより心が折れましたので今回はここまでです。次回また頑張ります。それではまたね。バイバイ。